チャレンジする女性たちを応援する MBA チアーズチャンネル。今回は MBA で学んだことを生かし、現在大活躍している女性起業家スペシャルです。今回お迎えした女性起業家は、銀座でビューティーサロンを経営する少々さんです。はい、皆さんはじめまして。私は高少々と申します。中国浙江省出身です。2019年青山ビジネススクール卒業しまして、今は銀座でビューティーサロンを経営しています。続いてさきちゃん。さきです。マギル MBA ジャパンを2020年今年の3月ですねに卒業しました。現在は大手電機メーカーで新規事業の開発をしております。呼んでいただくの3回目です。ありがとうございます。そして私りな、よろしくお願いします。少々はどういう経緯で日本に来たの？中国で大学を卒業しまして、2009年に日本に来ました。1年半日本語学校で勉強しました。その後ヘアメイクの専門学校に通いまして、卒業しましたら日本の企業で就職して、その後2017年に青山ビジネススクールに入りました。なんで日本に来ようと思ったんですか？小さい頃に日本のアニメがすごく中国で流行っていて、日本にはすごく親しく感じまして、大学を卒業しましたら外国で生活してみたいので、最初に頭に出てきたのは日本です。日本で暮らして中国とここは違うなとか、もしあったら教えていただけますか？まずは国民の質です。日本人の方は礼儀正しいし、ルールもちゃんと守りますし、住んですごく安心楽しく感じました。2つ目は日本の福祉とかはすごくいいです。例えば日本で病気になってがんとか重病で、普通の人でも病院で通うことができますが、中国では本当にお金持ちじゃないと重病になった時に大変ですね。3つ目は日本で起業する時に信用が問題なければ、普通の人が金融機関からお金借りられるんですけど、中国ではなかなか難しいです。利子もすごく高いんです。新しく起業するのが中国ではなかなかハードルが高いっていうことですよね。日本と比べたら高いと思います。そうなんですね。中国では基本みんな投資家のところからお金をいただいて、そういう人脈がなければもう本当に両親から応援してもらうしかないんです。少々さんは在学中に起業されたということなんですけれども、経緯を教えてください。そうですね、私の性格はもう小さい頃から思ったことはすぐに行動するなので、その時ちょうど起業してみたいと思って起業しました。一番初めの資金源はどういったところから引っ張ってこられたのかなというふうに思いました。それちょっと恥ずかしいですけど、両親から応援していただきました。素敵なご両親ですね。お父さんお母さんの応援があってここまで来ました。実際に日本で起業するにあたって何が一番大変でしたか？やっぱり日本人のスタッフを雇うのが苦労してました。トレーニングとかその教育の面ですか？そうですね。私も日本語をそこまで表現できない、自分の考えをそこまで 100% 表現できない時があるので、その辺がちょっと悩みがありました。自分のこのビジョンだったりとか心が入ってないと、魂の部分が上手に伝えるのが結構難しそうですよね。そうですね、はい。日本の MBA で学んだことで役立ったことって何かな？主に2つありまして、1つ目は私すごく数字に敏感になりました。今は税理士の先生とも話ができるようになって、先生が言ってることも分かるようになっています。2つ目は非財務的な面では、会社企業はお金を儲けることだけじゃなく、従業員やお客様、あと全てのステークホルダーを幸せにする力を持たないといけないと思います。消費者も最近は SDGs だったりとか、社会にこの企業がどんな貢献をしているのかというのを敏感に察知して、いい企業なのか悪い企業なのかというのを判断して淘汰されていくというくらい消費者も敏感になってきてますよね。やっぱり SDGs、ESG を重視しないと、なかなか長期的な事業にはならないと思います。ここで2020年4月に発表された帝国データバンクによる国内の女性社長比率をご紹介します。現在女性社長比率は全国で 8%、年々緩やかな上昇傾向ではあります。依然として女性社長の占める割合は1割を下回る低水準なんです。
業種細分類別では保育所が唯一4割超えとなり、全業種で最高となっております。以下、化粧品販売、美容業、老人福祉事業と続き、育児や介護など家庭や生活に密着した業種のほか、美容など女性のニーズが高い業種で女性社長の比率が高くなっています。美容業といえば、少々さんのビューティーサロンはどんなビューティーサロンなんですか？今回は特別に事前にサロンを撮影させていただきました。こちらです。サロンはどちらにあるんですか？銀座6のすぐ近くですね。1分ぐらい。すごい、もう大都会の中いにえいえいえ。綺麗なお店ですね。いや、なかなか中国人は、銀座で店を借りるのがすごく難しかったんです。はい。不動産を3、4社をお願いして、ちょっと銀座で店借りるのが難しいのでやめましょうか、と渋谷とか他のところで店を出して見た方がいいと思いますよって言われて、でも私はどうしてもやっぱり決めたので、不動産やってる友達にお願いして、その人が一生懸命探してくれた結果、もうこの店舗しかないんです。私が借りられる。すごい。銀座という場所が、格式が高いということなんですね。そうですね、特に外国人が難しいそうです。主なお客さんの層ってどんな構成になってますか？銀座の OL さんたち、あとは週末に銀座に遊びに来てくれる女性たちですね。年齢的には20代から40代が多いです。今コロナ禍でなかなか外出が抑制されてるとは思うんですけれども、どうやって生き抜いていらっしゃいますか？コロナ本当に店は大変です。私の売り上げは去年の3分の1もないんです。寝るだけだとどんなに頑張ってもお客さんが来ないから、だから他の方法で頑張らないといけないと思います。さきさんもイントレプレナー、いわゆる企業内起業家なんですけれども、起業するにあたって一番苦労した点やエピソードってありますか？私は、インド柄を生かしたアパレルブランドの立ち上げをやっているんですけれども、苦労したところと言いますと、昨年度この事業のコンセプトを持って社内の新規事業プログラムに応募したんですけれども、採用されて4ヶ月ほどですね期間をいただいて、その中でテスト販売をしてみようってなったんですけれども、実はアパレルの業界で4ヶ月で商品を作って世の中に出そうっていうのが、なかなかタイトなスケジュールだったというのが、やり始めてから分かって、デザイナーさんや工場さんにもうお願いしますってお願いして、すごく急いで商品を作ってもらったっていうのが一つと、その一方でインドでテスト販売をするためにポップアップストアを場所を探してたんですね。それも少々さんが本当日本で異国の地で銀座の場所がなかなか借りられないっていう全く同じ経験を私はインドでして、急いでもらった商品が届くまでに決まらないんじゃないかっていうすごいハラハラするシーンがありました。その時、ギリギリ直前で場所が決まって、どうにかテスト販売成功させて予算をゲットして事業化に向けて取り組んでいるところです。日本でも買えるんですか？もともとはインドで作ってインドで売るということにしてたんですけれども、私もこのコロナの影響を受けまして、インドで作って日本で売るというモデルに変更しています。というのも、インドの女性の地位が低いっていうの社会問題を解決したくて、職業訓練を受けた女性に対して仕事を提供していこう。でさらにそれが女性のためのプロダクトで、女性を喜ばす、両輪で喜ばして喜びを届けていくというのを目指しているので、一旦仕事を作るというところに重きを置いて市場を日本に移そうとしていますので、絶賛日本で発売する準備中なんですけれども、3月にクラウドファンディングをする予定にしておりますので、スタートするときはぜひよろしくお願いします。ターゲットはどういう？一つはインド関心が高いインド舞踊をやっていたりとか、ヨガをやっていたりとかっていうので、ヨガウェアみたいな形で軽く運動するときに使っていただけるというのが一つ。もう一つがインドが好き嫌いにかかわらず好みのタイプですね。シンプルモノトーン好きなタイプと、はっきりした色柄が好きな方たちといて、色柄が好きな人たちにもうピュアにインドの柄で訴求するという2つの、領域を狙っています。価格帯はどれぐらいなんですか？それこそクラウドファンディングで出すのに価格を日本で出すにあたってどれくらいに設定しようかというのをいろいろ検討中ではあるんですけど、6000円から7000円ぐらいの間で提供できたらなと思っています。いずれうちのチアーズコラボ EC サイトでも販売できるようになるといいですね。はい、まずはクラファンを成功させておいていただけるように頑張ります。ここで
アメリカ合衆国のマイケル・ポーターによる競争戦略の5つの力5フォース分析についてご紹介します。5フォース分析とは業界の収益性を分析するためのフレームワークです。業界内の競合、新規参入の脅威、代替品の脅威、売り手の交渉力、買い手の交渉力の5つの観点より分析を行います。この分析によって企業がその業界に参入するべきか否かという判断の手がかりになります。横軸で収益性、縦軸で将来性が見えると言います。それぞれの脅威が大きければ大きいほど収益性、将来性が下がっていきます。脅威に対して防衛するか、脅威の少ない業界を見つけるかなどの戦略検討が必要になります。ライバルがいても違うやり方で商売したり差別化するというのが重要になってまいります。ちなみにお二人のそのお仕事の差別化要因っていうのは何なんですかね。まず翔さん。弊社は2つありまして、1つ目は従業員ですね。で従業員は今中国人と日本人両方取り入れてますので、中国語、日本語、それから英語3カ国語の対応ができています。で2つ目は今他の店舗、例えば今銀座の漢方の火鍋の店と提携して、その店にネイルの席を1箇所置いて、そうするとお客さんが待っている間にネイルの提供をできるようにしています。面白い。さきさんはありますか？私の下着ブランドの差別化ポイントはインディアネス、カンファタブル、エシカル、この3つです。インディアネスというのが、インド柄ですね。インドの伝統模様だったりとか伝統柄を活用したつけ心地の良い下着を提供しています。でそのカンファタブル、つけ心地の良いという意味なんですけれども、伝統柄と、現代的な素材を組み合わせて伝統的なんだけど吸湿速乾性のある機能性の高い素材を組み合わせて、現在の女性のライフスタイルに合った商品を提供しています。でもう一つがエシカルというところなんですけれども、生産をインドの女性生産者コミュニティに一部委託してインドの女性に食を提供するというミッションを叶えていきたいと考えています。日本でインドっていう市場自体がレアというか、あまり聞かないから、目にはすごくつきやすいかなって、まだすごくニッチな領域になってくるので、そこだけピンポイントでというよりかは健康、あとエシカルっていういろんな切り口で顧客に価値をお届けできるようにしていきたいなと思っています。次回は女性起業家スペシャルの第2弾です。また初登場の他校 MBA 女子が来てくれます。チャンネル登録者数が先日最初の目標を上回りました。応援ありがとうございます。引き続き応援よろしくお願いします。このスクワランオイルと RA ヒョックの商品に関しては、人間の油分と水分とほぼ同じ成分となっていますので、皮脂膜の代わりとなります。RA100 は生体類似水をベースとして天然保湿因子の BCA ソーダ、さらには特許成分の紅白エキス、サラブレッドプラセンタエキスも配合されております。スクワランオイルは純度 99.99% の高品質です。1、2滴で十分ですので、まずは U ゾーン、余った分を T ゾーンなど他のところにつけていただくことにより、この2つで皮脂膜の代わりをすることができます。こちらの番組 EC サイトよりご購入ください。